いや、すごい作品でした。皆さんこんにちは。伝統芸能 YouTuber の電脳バフです。今日は大阪に来て国立文楽劇場でこれからチャールズ・チャップリンの街の日の文楽版を見ます。全くの新作ということで記者取材会にも立ち会わせていただいたんですけども、本当に楽しみですね。さあ、どんな世界がチャップリンを文楽にすると描かれるでしょうか。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今文楽の街の日が終わりました。いや、すごい作品でした。なんか最後にじわーっとあったかいものが心の中に広がって、でやはり目頭がうるっとしました。いやー、すごいな。チャップリン協会会長の大野さんが脚本を書かれて、そしてそれを豊竹若太夫市長がいろいろ補填されて、大阪の言葉、そして、ストーリー骨格をきちんとされて、そして音楽は友之助さんが、鶴沢友之助さんが今回新たに作曲されています。そして人形、桐竹勘十郎さんが監修されて、新しくチャーリーというこの与次郎の人形が誕生しています。実は歌舞伎の方では同じ月、今月新作のもののけ姫が新橋演舞場でやってます。私それも見ました。もののけ姫は、これはもともとがジブリのフルカラーの映画を元にしているということもあるんでしょうか。とても宙乗り含めて、けれんみたっぷり、音楽も IMAX かというような大音量を録音の音流してました。とてもそれでも感動したんですけども、やはり物量大作戦というのが歌舞伎の新作もののけ姫の感想です。それに対してこの街の日、いろんな趣向を凝らして、そしてそぎ落としということで、本当に素敵なほっこりする文楽になっていました。特に3つのこの街の日特徴があると思ってます。1つ目、映画の街の日ではチャップリンが作曲した新曲ビオレトレというストリングス、バオリンを元にしたこの甘美な美しい曲があります。これをどうやって、文楽にするのかな、義太夫にするのかなというふうに思ったんですけども、見事にこの友之助さんがしていました。最初と最後は呼吸も使ってますけども、あとは三味線、特に太棹の三味線なんで、時には打楽器のような音作りもしています。少し女殺し油地獄と有名なシーンのような打楽器として、緊張感ある空間を作り出してますし、時には薬と笑わせるような、そのチャップリンの街の日のお中の美しいメロディーがそれとなく仕込まれているという部分もありました。そういう音楽が素晴らしい。2つ目はこの大阪の言葉を使った、やはりこの分かりやすい日本語の言葉、これがいいですね。国立文楽劇場、上に字幕も出るんで、太夫の声プラス字幕ではっきりと内容が分かります。この江戸時代の末期、そして、明治維新、大政奉還、こういう時代を元にしてますけども、その大阪言葉で分かりやすく、心に響きやすく物語が展開されてました。太夫さん
の語る言葉も、今で言うと声優のようなものかもしれませんが、男の言葉、女の言葉、そして時には歌うような語り、本当に素晴らしい一人人間がここまでできるのかというこの違いの妙を感じ取ってください。そして人形に関しても新しくチャーリー人形ができてるだけじゃなくて、この例えばお花の眠りの娘の人形も美しい、滑稽なチャーリー人形だけではなくて、この元々の文楽の持つ美しい人形、そしてこの話の前半では人形使いさんがこれ全員黒い頭巾、黒子という形で出ていたのも人形に本当に集中できるということを生み出したのだと思います。後半は与次郎を勘十郎さん、そしてお花を吉田勘也さんがここは顔出しでやっていました。そういう3つの要素、音楽、そして語り、そして人形で、それにこの三位一体に時に笑い、時に緊張してピーンと張り詰めて聞いて、最後は心に染み入るような観客が加わって、この四位一体の素晴らしい空間を作り出していました。今場所変わって、まさにこのチャップリン、まさに与次郎の写真ポスターがあります。そういう意味では今回文楽サマーフェスティバルということで、最初に漫才もあって本当に華やかに始まりました。でその後ガラリと変わって呼吸の音が流れる中で真っ暗な中から始まりました。いや本当に大道具もすごく凝っていたと思います。文楽では、見られないこの大道具の転換が何度もありました。天神橋、そして寛右衛門のまさに屋敷、そして相撲場、最後はまた天神橋というところ、そういうダイナミックな歌舞伎のような舞台転換も見どころです。そして与次郎のこの主人公、チャップリンが演じていた役と、そして恋するお花、この二人の切ないラブシーンが四段目、そして大詰めにあります。四段目のところ、渡る太夫の声も良かった。なるほど。ちょっと門が、閉まってしまいました。四段目渡る太夫の、声も与次郎とお花のこの演じ分けが良かった。お金を、田の子、家の家賃と、そして目の手術のために欲しい。でもそのお金をあげると実は自分がみすぼらしいことがバレてしまう。その苦悩の中で絶対100両を作って渡すからねというそのチャップリンの切ない自分よりもまさに相手のことを思う気持ち、そして最後大詰めの実際お花は目が見えるようになった。でも与次郎は100両盗んだ罪で刑務所から出てきた。そこでおずおずと花を手にしてお花を見る。そしてお花がお母さんに言われて、お金を恵んであげる。その時の手のぬくもりで、実はこの人が私を救ってくれた人だと分かるという、本当に美しい無償の愛、本当の物理的な目じゃなくて、心の目が見えるということが、よく表されて感動しました。いや素晴らしい若太夫師匠の語りでした。ということで今日は大阪から、お届けしました。ぜひ皆さん、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。そして、LINE で登録していただければいろんな伝統芸能の情報を毎週一遍お届けしています。ということで今日は大阪まで来ました。いやぜひ大阪ではこの文楽の街の日、そして東京では
新橋演舞場のもののけ姫、ぜひこの新作2つ超絶おすすめです。それでは皆さんまたお会いしましょう。歌舞伎 YouTuber の電脳バブでした。